こんにちは。GIS のグローバルビジネス百科事典アシスタントの村上です。このチャンネルはグローバルコンサルティング企業である GIS 株式会社が世界でのビジネスを通じて培ってきた経験の中から楽しい情報、役に立つ情報をお伝えしています。今回はコンサルタントとして世界を移動しながらホテルで快適に仕事をしていく方法といったテーマとなります。最後までゆっくりとお楽しみください。はい。今回は、ホテル生活をしながら快適に仕事をするっていう、ね、ノウハウの一つっていうのをお話ししてみたいと思うんですけど、はい。我々もともとコンサルティング業務っていろんな情報をインプットしながらこう考えをまとめていくっていうのがあるんですよ。はい。で、何年ぐらい前かにこのマルチスクリーンで仕事するといいよって誰かに教えてもらって、で、コンピューターの画面一つにもう一個画面足したんですよね。そしたら、これがすごく効率がいいっていうのがもう体感できて、で、今はね、基本的に3つの画面で見てるんですよ。はい。で、私の生活っていうのが、ホテルでもう短期でどんどん移動していく場合と、あと、世界中に何箇所かですね、固定的に仕事をできる場所っていうのがあって、で、はい。じゃあ固定的に仕事をできる場所は何をしてるかっていうと、要は27インチぐらいの、ね、スクリーンを、ね、2個とか3個とか置いてあって、さらにテニスラケットとテニスシューズを置いてあるわけですよ。で、それが日本の場合だと貸し倉庫だったりとか、他の国だと知り合いにお願いしたりとかね。で、ヨーロッパの場合だったらロンドンのうちの事務所とかね、そういうところに置いてあったりとかして、で、行けばそれを取って、で、仕事できる環境にして、で、仕事を始めるっていうことなんですけど、短期のね、出張の場合だと、そのスクリーンをね、2つ3つ持って歩くわけにはいかないじゃないですか。はい。なので、今はね、iPad をスクリーン代わりにしてるんですよ。はい。画面見ていただくと、コンピューターがあってですね、で、Apple の iMac Pro に Windows を入れて仕事に使ってるんですよね。はい。で、多分 Mac 好きの人に言わせると、Mac に Windows 入れるなんてみたいに思うんですけど、我々のコンサル業界ってやっぱ Windows と Office のセットっていうのはもう最低限みたいなイメージがあるんで、Windows で使ってますと。で、iPad をですね、これちょっと古い写真なんですけど、今は iPad Pro の 12.9 インチのやつを2つ持っていて、はい。で、これを MacBook につないで、でね、ソフトで有名なところだとね、デュエットっていうそのマルチスクリーン環境を提供するアプリがあるんですよね。はい。だからそれを起動させて、2つ目のスクリーンを再生させるっていうイメージで、で、うん。デュエットってスクリーンを作るのが1つしかできないんですよ。はい。なので、別のアプリを入れて、右側の縦になってるやつをスクリーンにして、これ3つで仕事してる感じなんですよね。はい。はい。で、右側の縦になってる白いやつは、これワードを縦表示にしていて、で、真ん中のコンピューターの画面ってやっぱちょっと大きいんで、Excel を表示させるんですよね。で、左側でパワーポイントがあったりとか、インターネットリサーチをしたりとかね、そういう感じで、仕事してます。こう移動しながらホテルで仕事する人たちって結構多いと思うんですけど、2つスクリーンがあるだけでね、仕事のストレスがどんどん減っていくっていうのを多分実感できると思うんですよ。なので、そのあたり移動する人たちはですね、参考にしていただくといいかなっていうところと、はい。あと奥にちっちゃめの iPad が見えると思うんですよね。これもちょっと古い写真なんでね、今のやつだと iPad の11インチのやつで、これはね、計算機に使ったりとか、で、我々はい。の仕事の場合、こう、いろんな国の市場分析とかやる場合に、通貨の価値が変わるじゃないですか。なのはい。で、通貨換算のアプリを入れて、じゃあ、例えばインドと中国のレートって今いくらなのみたいな表示させて、Excel に打ち込んでいったりとかですね、そんな感じ
なんですよね。で、まあ我々って一つの場所にいながらもいろんな国の人たちとミーティングをやんなきゃいけない。電話会議なんですけど、はい。アポを取ってもらって、で、結構その時差が違うところとのアポ取りってかなり大変じゃないですか。私がここにいて、で、アポを取んなきゃいけない2人がこことここの国にいて、その3つが全部違うっていうと、結構混乱する場合が多いと思うんですよ。はい。で、我々、普通の業務上のカレンダーって、昔は Google だったんですけど、今はアウトルックカレンダーに統一していて、で、アウトルックもね、3つまでタイムゾーンが表示されるんですけど、3つ以上は表示できないっていうのが私の認識なんですけど、はい。で、ここにワールドタイムバディっていうアプリがあるんですよね。はい。で、この画面見てもらうと、で、私、今、仮にロンドンにいるとすると、東京とニューヨークと、これはリトアニアの首都なんですけど、ちょっと最近までリトアニアの仕事やってたんで、で、ベイジンっていうと中国ですね。あと、ミラノとハノイのベトナム、これをずっと並べて、で、自分が今ロンドンにいて8時っていうと、これ一括でわかるじゃないですか。全部の地域がね。はい。これをそのままカレンダーにアップデートできるんで、アポを入れてね。はい。なので、上の方に OK とかっていうのが見えるの分かります？はい。わかります。はい。これがね、私がアポ OK っていう風な時間帯なんですよ。で、ここに我々のそのアポを取ってくれるスタッフの人がどんどん入れていくっていう感じなんですよね。なので、その人たちは私がどこにいても関係なくて、OK っていう入ってるところに対して、その対象となる方の時間を合わせて、そこにどんどん入れていくっていうイメージなんですよ。はい。世界中旅をしながらいろんな国の人と話さなきゃいけないっていう場合は、非常におすすめのツールです。はい。はい。なので、今まで一つの画面で1時間でできたものが30分ぐらいでできたりとかね。あと、ホテルで、やっぱり日常の環境と違うので、やっぱり仕事が進まなくてイライラしたりするじゃないですか。だからそういうね、ストレスをね、少しでも軽減できればね、いいのかなと思って、私もね、本当にいろいろ試しながらやってて、今、うちではこれが一番いいのかなっていう感じで、皆さんのね、もっといい方法があるよとかっていうのがあれば、どんどん我々も試していきたいなというところです。はい。はい。で、小川さん、ここのお話の中にね、一つ心に残ってる出来事があって、私がですね、会社員やってる頃って、イギリスに勤務してたんですよ。はい。日本の会社だったんですけど、世界中に拠点があって、で、私、たまに日本に行ってミーティングしたりとか、一緒になんか中国で物を作って、どっかの国に納品しましょうみたいな時に中国でね、ミーティングしたりとかしてたんですけど、仕事ができる、尊敬する先輩がいてで、その人のミーティングのまとめ方とかね、進め方とか、非常にもう感動するぐらい綺麗というか、で、私も、その人の仕事の進め方を見て、自分もああなりたいと思ってね、真似したりとかね、自分なりにやり方を覚えていったっていう背景もあるんですけど、その人は日本の勤務で、めったに会えないんですよ。で、もっともっとね、一緒に仕事できたらね、私ももっともっと仕事できたのかもしれないんですけど、で、会えるのが日本にいたりとかね、中国にいたりで、中国でミーティングして、で、その後、現地の中国の社長も合わせてみんなでご飯食べに行きましょうよって、まずそうなると思うんですよね、どこの企業でもね。で、ご飯食べて、大体我々なんてお酒飲んでね、盛り上がるんで、じゃあそこからどっかに繰り出しましょうよっていう話になるわけですよ。はい。で、その人はね、もう仕事しなきゃいけないんで、絶対帰るんですよ。ホテルにね。で、翌日はもうミーティングが進むように完璧に準備してくるんですよ。はい。で、私としてはね、そういう人にご飯一緒に食べに行っていろいろ喋ってくれると嬉しいじゃないですか。はい。で、飲みに行くのも一緒に飲みに行きたいわけですよ。でも、その人は仕事するって言って帰っていくんですよ。で、それを見てね、私も、いつかね、もう、そんな遊ぶことよりもね、自分はもっと仕事しなきゃいけないんだって思いながらも、未だにね、それできない人なんですけど、そういう人ってね、やっぱり自分が仕事するっていうのも責任ですけど、やっぱり仕事の仕方とかをね、後輩に伝えていくっていうのもすごく大事な使命だと思うんですよ。はい。
なので、ホテルでね、そういう人が快適に仕事して、さっさと仕事が進むようであれば、飲みに行く時間もね、増えると思っていて、そういう、はい。今ね、頑張って仕事してる人たちが、いかに効率よくやって、でいろんな人とね、触れ合う機会が増えれば、これによってね、いいなという、そういう思いがあります。うん、はい。ありがとうございます。はい。小川さんもどっか行くときあればね、モフティ行かなきゃいけないんで、重いんですよ。だからそれだけがね、欠点なんですけど、はい。なんかあれば試してみてください。はい。ありがとうございはい。ます。